B C DXC。 A B C DXC。 さあ今年も残すところあと1ヶ月となりました。わ早かったですね。早かったですね。なんかやり残すこととかないですか皆さん。大丈夫？やり残したことないね。そうそう。大丈夫？大丈夫か。意外といけてる。ないね。ある。よかったよ。ハンバーグも唐揚げも食べたし、食べたね。ある。食べたし、いろいろやりましたけど。いろいろ食べたね。はい、今回は来年の2025年に向けてあることをしてもらいたいと思うんですけども、あいたくん何かありますか？僕を究極に面白くしてくれる特訓するの。来年はやっぱもっとねもっと面白くなりたいんで。あー、やり残したことってそれ？そうそうそう。お笑いライブちょっとしたかったな。お笑いライブ。それもねちょっと今日わかるかもしれない。わかるんだ。ワンチャンワンチャン。ワンチャン分かっちゃうんやね。ワンチャンツーチャン。どう腰は？腰そう。やり残したことでしょ。違う。あ、じゃあ今日何するか。今日何するか。一体僕で今日何しました。ここでボケてきた今。そういうね。まあ年の瀬なんで大掃除とか。あ全然あり。会社の大掃除。会社の大掃除ありありあり。はい、全く違います。ということで今日の課題は占いで先取り2025年ディエク運勢ランキング。占いや。はい、僕たち DXT の来年の飛躍のために運勢を占ってもらいます。なるほど。わあ、なるほど。占っていただくのは大串のり子さんです。お願いします。今回はどういった方法で占っていただいたんですか？はい、今回は事前に皆さんのね生年月日と手相をいただいて、それを元に来年の運勢を見てみました。おお、それで分かっちゃうんですね。来年の僕たちの。何がわかるんだ。本当だよ。手相です。すごいわ。やばいね。結構みんな占い信じる派？信じる派の人。まあ信じるかな。なんかちょっと的確なことを好きって言われたら、あ、そうなんかもと思っちゃうかも。そうなんだ。ちなみに信じない派の人。あ、でも3人。翔太郎はは信じるあげた信じる派なんや。会えたとなるは信じない。僕は信じないっすね。そうなの。ちょっとまあ今日で変わるかもね。確かにね。こうやって言ってる人がそう一番こう一番実感するかもしそうれない。だね。なんかテレビ見てて本当それ。わかるよ。これでどっちかめっちゃ占い好きになって思う。めっちゃこそめっちゃ楽しみ。確かに。なるほど。では早速いきたいと思います。もういいですか？はいじゃあまずは5位から。嫌だな。 5位からいきますよ。いきますよ。回にはなりませんでした。 3、2、1。5位か。なんで？せめて3位ぐらいかなとか思ってたのに。5位ですか。はい、大口さん、占いの結果詳しくお願いします。そう、コウシンさんは来年すごい忙しいは忙しいんですよ。慌ただしく1年が過ぎ去っていて、気づいたら1年終わっていて達成感があんま感じられなかったりとか、なんかこうやりがいを感じないまま終わってしまう可能性が高いっていう年ですね。怖いな。そう。ただこの先いろんな仕事をもっとね幅広くできる可能性が高い人ではあるんですよ。嬉しいですね。なんかすごい。そう、なんか考えてます？多分みんなこう少しずつねその演技のお仕事を出させてもらったりとかもあるんですけど、僕まだ1回もないので、なんかそこにこう新しいこととして挑めればなって思ったりします。ちなみにコウシンさんは話す仕事がいいからナレーションとかあと声優とかね。声優結構おすすめですよ。いいですね。それは更新の声を聞いてじゃなくてもう手相で分かった。手相生まれた日でね。あとはちょっとオタク気質なのでね、多分アニメとか好きだと思うんですよね。それ調べてないですか？待ってなる疑いすぎやね。だ
だっておかしいもん。だってさ誕生日と手相で皆さんの YouTube をちらっと見たけど全部は見てない。すごいですね。いやでもすごいね。確かにオタクっぽいとこアニメ好きな。いやずっと見てるもん。そうだよ。いいですね。そうだからアニメ関係のね声優さんちょっとねチャレンジしてみては。いや確かにねめっちゃ合いそうだ。そうありそう。ちなみに手相ねちょっと変わってますよね。変わってるんですか。変わってるんだ。良いところで言うとまずねこのね生命線がこの生命線の横にもう一本こういう沿うようにね生命線がこうあるんですよね。これ運命線でもあるんですけど、こうやってね生命線に沿ってこうね運命線が出てくる人っていうのはすごい体力があって人の倍働けるんですよ。だから足早いんや。そう大事でそうだから、ね、人の倍先にね進むことができるっていうのとあとね感情線こういう形でね2本あるんですよ。だから情熱的であとこう全部顔に出る人っていう感じ。嘘つけない人。嘘つけないかもしれない。すごっ。そうそれは手相の特徴ですね。なんか講師に聞いときたいこととかないの？そうだな。なんかこう終わった時に達成感を感じやすくするためにはなんかどうしたらいいとか忙しくなるのは嬉しいことなんですけど達成感もできれば感じちゃいたいなっていう欲張りみたいな。いいところ感じないためにね。感感じるためにか。なかなか難しいお題ですね。でもねその仲間の力っていうのがやっぱね全体的に6人の中ですごく来年よく出てるんですよね。だから仲間で褒め合ったりとか今日ここ良かったねとかっていう風に言い合ったら達成感だったりとかなんか成長してるなっていうのが感じられるんじゃないですかね。じゃあみんないっぱい褒めてください。お願いします。褒め合うんじゃないの。褒めてください。一方的にね。いやでももう5位だけど結構プラスになることもね。的にはもうほぼ上位上位さ。めちゃくちゃいい。じゃあ続いていきますよ。いくよ。オッケー。 3、2、1。なるくんや。なるなんや。うわーマジか。もっと上行きたかったな。じゃあ信じないですもんね。信じてないっすね。信じてないっす全然。なるさんとあゆたさんはやっぱね現実主義だから現実主義の星が2人とも入ってるんですよ。なので占い信じないだろうなとは思ってます。そういやそうだわ。そうだ。マジで現実的。でねなるさんは2025年はねその変革期なんですよ。全体的にちょっと変わっていかれる方多いんだけど、なるさんの場合は変わらなければいけないっていうね。だから自分がこう望んでっていうよりも変わっていかなければいけないような大変なことがあるっていう感じ。怖いんだけど大変なことがあるんですか？なんかどういう大変なことが起きるんですか？それがねちょっと待ってくださいね。ちょっと悲しい感じですかね。悲しい感じではない。だって多いよりは良いのが上なのでね。これで悲しかったらそうしてよ。僕よりはいいらしい。やっぱり忙しいからグループ全体ではすごく良くなってくるとは思うんですけど、ただ自分の中でやっぱり同じようにね忙しくて気づいたら1年が終わってるっていうのはやっぱちょっと似てるところはありますね。ただ見るとね大人の色気がアップする年なんですよ。これ以上最近よくファンの人に言われるんですよ。セクシーって。セクシーって言われるようになったんですよ。来年はちょっと大人セクシー変わっていくと良くなりますよ。ありがとうございます。うわ。ちょっと信じかけてるもしかして。なるさんの場合は見た目はすごい優しいんだけど中がかなりちょっとヤバめな方なんですよ。おっとあれガチ？そう何かを変えていったりとか破壊していく力がすごい強い人っていう感じ。それを出していくともっと良くなる。良くなるんですか？これ1時間ぐらいもらって聞きたいこと山ほど出てくるんやけど。なるさんの特徴はここですね。感情線の一つなんですけど反骨線って言って
こう言うこと聞かないっていうかね、自分が納得しないと進めなかったりとか、自分が納得しないためにありますね。反発する力っていうんですかね。そうですね。詰めていくタイプ。素直にこう何でも受け入れるんじゃなくて、ここは納得いかないっていうのがあれば、こうね、スタッフの人とずっと話したりとかっていう。めっちゃそうですね。だからちょっとね、改革者というか、そういった破壊的なねエネルギーを持ってない人ですよ。そう変える力を持っている人っていう感じ。あとはね、ここのね生命線と知能線が離れてるんですよね。この左手の方ね。で右手の方はくっついてるんですよ、生命線と知能線。で左手が先天性で本来の自分、右手が後天性で後から作った自分だったりとか、あと外に見せてる自分。そうすると左手は離れてる人っていうのは人と合わせることができなくてね、束縛されたくない、なんかこう自由人なところなんだけど、右手がくっついてるから頑張ってみんなに合わせてるっていう感じ。だからね、多分こう仕事上はみんなに合わせてるけど、部屋に帰ったりとかしたら多分ね、自分のマイペースでね、自分のペースで過ごしてると思いますね。すごい。すげえ。でもなんか合ってるね。合ってるやん。徐々に信じる方に寄ってったからね。すごいな。なんかドキドキするねこれ。いやなんかまあ5位も4位もそうだけど、なんかあんまりなんかマイナスなこと言われてないから。悪い感じじゃないよね。3位いきます。半分から上。いくよ。上。3、上位。この中に6人がいます。出てほしかったもん。じゃあケンということで、はい。そうケンさんは、安定期なんですよ。良くも悪くも安定期っていう。変わるとか変わらなきゃいけないってさっき出てきたけど、ケンさんはそのままっていうとこですかね。で ちなみにケンさんの手相一番普通でね。一番普通って面白い。ここに来て。そう一番平凡っていうか。平凡なのやって。でも一番ねアイドルっぽいったらアイドルっぽいです。こういう方っていうのは言ったらそこそこ何でもできるっていうね、何でも平均点はできますよっていう。だからね個性が作りづらいかもしれない。ただいいのはさっき言ったこの生命線と知能線がすごくきっちりくっついてるんですよ。いろんな男性アイドルグループを見てますけど、だいたい男性グループとかねグループ活動をやってるアイドルの方っていうのはここをきっちりくっついてるんですよ。ただこの DXT さんはちょっとそれがあんまりなくてグループとちょっと違うなって感じ。合わせれてないみんな波長。合わせれてない。ケンさんの場合はこうやってしっかりくっついてるから周りと合わせるのが得意になってくるし、ちゃんと周りも見ているっていう方になりますね。ただねこの辺のなんかねこの生命線のあたりとかちょっとねぼやっとした感じなんですよ。線がはっきりしてない。こういう方はなかなか自分のね意見がねはっきり言えなかったりとか、若い頃ですけどねちょっとねブレやすい時期があるっていう感じで、もともとの生年月日見てもなんていうかな、中身が空っぽな人ですね。あれなんかさ、ケン本当に急に雑なんかさ3位やのにさ、可愛いですね。もういいぐらいの。本当に僕らの方が良かったって。空っぽっていうのはいろんな人の影響を受けやすかったりとか、その吸収力が一番なんですよ。中身が入りすぎてる人っていうのは頑固になっちゃうから自分を変えることが難しいんだけど、ケンさんの場合はすごい素直だからこういいプロデューサーとかいい指導者がいると一番伸びる人です。ポジティブっすね。なるほどね。そうだからね俳優向きですね。そう一番俳優が向いてますね。もう教えられたらもうできるみたいな。そうなんかね憑依していくって感じ。自分の中に確固たるキャラがない人だからいろんなキャラに変えていけるっていう。
カメレオンだ。カメレオンだ。カメレオン平本。すごい。なるほど。これって生活してたら変わってたりするんですか？変わります変わります。なんか年齢みたいなもんだから経験値が上がれば手相のシワが増えてくるし、反対にこういうツルツルまだ若いからツルツルなんですよ。経験がまだね少ないからだんだんここからさらに線が増えてきますね。すごい。来年変わらないみたいな感じだったと思うんですけど、無理やり変わろうとしたらなんか悪くなっていたりとかしませんか？変えようとしてそうに抗っていく。ねじ曲げちゃう。基本的にはケンさんみたいな星回りの人って風に乗っていくのがいいんですよ。だからなんか変えようとかじゃなくて身を任せて、そう流れに乗っていく方がうまくいきますね。もう一つ質問いいですか？来年身長伸びますかね？今何センチなんですか？でも171なんですけど。でも伸びるのかな？まあね、伸びた方がそれは嬉しいですね。まあ伸びた方がね。伸びたいよね。伸びたいよね。でかければよ。なんかね太りやすいから気をつけてくださいって。太りやすいよ俺。今の聞けてよかったね。よかった。ちょっと太らんとこうと思いますよ。危機感がちょっと。怖いって。もうやめて。もういくよ。いくよ。こっからはいいよ。いくよ。3、2、1、ボン。3、2、1、ボン。このどちらかがもうやだ。もう2位でいいって。2位いいよ。うわ2いいね。結構いい。気持ちいいっしょ今。気持ちいい。うわ。じゃあ、あゆたくんの聞いていきましょうか。はいお願いします。あゆたさんはメディア関係ですごく大事な年になるっていうのは結構出ていけると思います。スクール大不況。で全国的にね飛び回るっていう風になって、そうまあ全体的に皆さん忙しくはなるんだけど、あゆたさんが特になんかね大変なことを乗り越えるほど成長して、スポットライトを浴びられるような年。かっこいい。主役の年やで。そうあとね仕事にプラスとなる出会いがとても多くて、皆さんがそうサポートしてくれたりとかね助けてもらえる星が入ってますね。来年伸びるんじゃないですかね。飛躍や飛躍。まだまだ。すごいね。まだまだ伸びます。手揃えて出してる。こう出す人なかなかいない。これでなんかシワ変わるとかないの？手相。出し方で性格が出るんですよ。やっぱりこうバンって開く人は大胆だったりとか元気がいいんだけど、あゆたさんは几帳面とかね控えめにこうやってそっと出すっていうのがこれも一つの性格になりますね。右手がマスカケって言われるね感情線と知能線が一本になっている方ですね。ちょっと珍しい。本当だ。本当よ。すごい。こういう方は言ったらね野生的勘が働くみたいなところがあって、九死に一生を得たりとかこうピンチがあるほど大変なことがあればあるほど運気がこう上がってきて活躍できるっていう。ただね左手は平凡なんですよ。だからもう性格は性格は普通というかねおとなしいんだけどこうやることが大胆みたいな感じ。やること確かに。で大胆に生きた方が成功はしますね。あったやん。そうやって。なるほどね。100%でいいんだずっと。これでおとなしくしといた方がいいって言われたらね危なかったよね。危なかった。もっと言っていいのね。でねそうまだねただそのマスカケがちょっと弱いのでねまだそこまでいける自信がまだまだないのかなって感じ。であゆたさんはさっき言ったみたいにまず現実主義なので人をよく見てますね。この人は使えるか使えないとか。やめてよ切り捨てんだよ俺ら。なんか視野広いとかじゃないこう見てんの。上から以上使えない。講師に使えるなみたいな。嘘でしょ。
そうすごい現実主義の星と優しい星が入ってるんですよ。そう自己犠牲の星も入ってるから好きな人にはとことん尽くしたりとかこう何かをしてあげたいっていう気持ちがあるんだけどそうじゃない人はすごい塩になっていくっていう。そうやなんそうやか分かりやすく態度変わる。確かになっちゃってるかもしれない。実はそうで人に喜ばれることでまあそれがなんて活力になってくる人なんですよね。だからサービス業とかねこう人と接する仕事は全般的に良いですね。で顔が見える方が楽しいから実際見えてファンの方と接する方がもっとねこう頑張ろうっていう気持ちにもなるし。そうですね。やっぱ直接こうリアクションもらった方が僕は確かにね。僕これだけ聞いておきたいんですけど、来年も人々を笑顔にできてるかって人々を笑顔にさせられてるからっていう。面白くなりたいみたいで。面白さは全然入ってなかったけど。あれ入ってないのか。あれ面白い要素はないかな。まあでもやっぱりみんなが喜んでくれたらもっと頑張ろうもっと頑張ろうってなるから笑ってくれたりとかしたらねそういうのが好きなんでしょうね。向こう側がこう返してくれたらより成長できる。伸びるんだね。そうや。だって2個みんな頼むよ。頼んだよ。だから逆に言えば何事も反応してくれたら全部伸びるから。確かにそう。だからそれこそ大胆にそう大胆に全部出し切る全部できるね。うん伸びしろ。なるほどね。反応次第。ありがとうございます。 2位や。いいよ。いやでもすごい。良かったね。よかった。もうなんかさ怖いわ。なんか6位だけは嫌やったよね。ディクシンのグループとしての運勢はこれちょっと危ない男感がある方が後でちょっと相談しようか。ミーティングを急遽。行きたいです。恋人同士もうまくいく。めっちゃいいやん。